もし320年前の京都へタイムスリップできる扉があるとしたら、開けてみたいと思いませんか？今回訪れたのは、京都の街中にひっそりと佇む俵屋です。現存する京都最古の宿であり、スティーブ・ジョブズをも虜にした日本の美意識が宿る場所。一歩足を踏み入れれば、そこには都会の喧騒を忘れさせる極上の静寂が広がっています。今回は世界を魅了し続ける伝統とその進化の真髄をじっくりとお届けいたします。それでは贅沢な時間の旅へ出かけましょう。俵屋旅館の始まりは今から320年前の宝永年間。もともとは島根県の商人が京都に構えた織物を扱う太物問屋でした。店の主人が同郷から上洛する藩士たちに宿を提供し始めたところ、その心地よさが評判を呼び、次第に宿泊が本業へ。江戸時代には一般の宿とは一線を画す非常に格式の高い宿としてその名を馳せるようになります。幕末の火災で一度は全焼するという苦難に見舞われますが、明治の初年に再建されました。その後も時代に合わせて進化を重ね、1999年には国の登録有形文化財に指定されました。そしてこの俵屋旅館は日本建築の歴史において特別な意味を持っています。それは伝統的な数寄屋造りと近代建築が最も美しく融合した旅館だということです。敷地内には木造2階建ての伝統的な本館と日本建築界のレジェンド吉村順三が手掛けた新館が並びます。一見相反する2つの建物が計算し尽くされた庭園を介して絶妙なバランスで混ざっています。古いものをただ残すのではなく、現代の快適さのために進化させる。この俵屋の思想は、現代の日本の建築や空間のあり方に影響を与え続けています。それでは早速中へ入っていきましょう。打ち水がされた端正な外塀に沿って進み、のれんをくぐると、外界の喧騒から切り離された静寂の空間が広がります。京都の伝統を感じさせる控えめで品のある佇まい。通り庭を抜け、季節のしつらえが施された玄関土間に足を踏み入れると、そこには洗練された美の世界があります。8代目の改築から当時のまま残されているこの玄関は、寸法の絶妙さから、歴代当主が絶対に手を加えてはならない聖域として守り続けてきた場所。11代当主の佐藤俊さんも、これを手を触れてはいけない名品と称しています。到着して最初に通されるラウンジは、ほの暗い照明と床のぬくもりが心地よく、坪庭の緑が旅の緊張を優しく解きほぐしてくれます。館内をさらに奥へ進むと、驚かされるのがその構造です。何度も増改築を繰り返した空間は、まるで巣穴のように心地よく入り組み、廊下のあちこちに美しい坪庭やギャラリーが顔を覗かせます。そこに飾られているのが、佐藤俊さんと夫であり写真家だった故アーネスト佐藤氏の審美眼によって選ばれた古今東西の調度品。時代や洋の東西を問わず、この空間と物がお互いを生かし合うかという徹底した哲学で選ばれたアートが絶妙な間合いで配置されています。古いものと新しいもの、和と洋、そして人。空間全体が俵屋という一つの芸術作品を作り上げています。それでは続いて客室の方に向かいましょう。俵屋には全18室の客室がありますが、一つとして同じ間取り、同じデザインの部屋はありません。すべての部屋がそれぞれ異なる庭に面しており、
季節ごとに表情を変える自然と室内がいかに親密に交わるかという問いへの答えが各部屋に込められています。その中で今回宿泊したのは、伝統的な木造の本館1階にある客室寿。部屋に一歩足を踏み入れて、まず目を奪われるのが、職人の手仕事が光る見事な網代天井。そしてそれ以上に驚かされるのが、圧倒的な部屋の静けさです。すぐ外は京都の中心部のはずなのに、ここにはまるで外界から切り離されたような完全な静寂が流れています。この心地よい静けさの中で、何より印象的なのが光の入り方の美しさ。障子を透過した柔らかな光が室内を包み込み、引き算の美学が息づく空間を照らし出します。畳敷きの主室から庭へと視線が抜ける美しいグラデーション。座った時に最も美しく外が見えるように、すべての視線が低く設計されています。さらに、この部屋で素晴らしいのが、奥に設けられたこじんまりとした書斎のスペース。折りごたつのように足を入れて腰をかけると、目の前の窓から美しく切り取られた庭の緑だけが広がります。たった3畳に満たないこの小さな居場所が、空間に深い陰影とこの上ない居心地をもたらしています。網代天井に包まれ、美しい光を浴びながら静寂に身を委ねる。歴史ある木造建築だからこそ宿る人間の心地よさを徹底的に突き詰めた贅沢が、この寿には詰まっています。続いては、お部屋の奥にある水回りのエリアを見てみましょう。扉を開けると、そこには俵屋ならではの細やかな気配りが息づいています。特筆すべきは、贅沢な高野薪で作られた浴槽です。ヒノキよりも耐水性や耐湿性に優れ、お湯が柔らかに冷めにくいのが特徴。湯船に身を沈めると、ふわりと広がる優しい木の香りが、旅の疲れを芯から癒してくれます。美しい衣装を守る一方で、洗浄式トイレや空調などの設備は常に最新のものへとアップデートを怠らない。テレビなどの電子機器は空間のノイズにならないように棚の中に程よく隠されています。この現代の快適さを保ちつつ、美を損なわない徹底した配慮こそが俵屋の心地よさを支える本当の秘密なのかもしれません。ということで、ルームツアーは一旦この辺りにして、せっかくなので館内を少し散策してみたいと思います。まず訪れたのは2階にある宿泊者専用の図書館、アーネスト・スタディです。ここは11代当主佐藤俊さんの夫であり、写真家や大学教授として活躍した故アーネスト佐藤氏の書斎を再現したメモリアルルーム。中に入ると和の旅館であることを一瞬忘れてしまうような洗練されたモダンな空間が広がっています。アンス・ウェグナーのベアチェアやファン・ユールのソファーといった北欧の名作家具が置かれ、壁一面の本棚には美術品や写真集がずらりと並んでいます。ふと窓の外に目をやると、美しい緑が広がりますが、なんとこれ、下の階の屋根の上に作られた植栽なのだそうです。不思議なことに、これらの西洋の家具が俵屋の和の空間に全く違和感なく、むしろ必然であるかのように馴染んでいます。日本の格式をただ守るだけでなく、世界を経由してろ過された独自の美意識、そのヒントがこの空間に凝縮されています。続いてもう一つの図書室、高麗堂も覗いてみましょう。こちらは一転して床に座った時の目線に合わせて窓が切られ、韓国の民家をイメージした漢縛りの壁が特徴的な空間。俵屋の美意識が
日本だけに閉じず、広く世界へと開かれていることを感じさせてくれる、とても興味深い場所です。心地よい空間を巡っているうちにディナーの時間になりました。それではお部屋に戻って、俵屋ならではの夕食を堪能したいと思います。今夜のディナーは、プライベートな空間でゆったりと味わう、客室での部屋食です。俵屋の料理の根底にあるのは、体にいいものを美味しくいただく医食同源の思想。豪華な珍味をただ並べるのではなく、厳選された新鮮な旬の食材に、昔ながらの丁寧で細やかな職人技を施した品々が、絶妙な間合いで一品ずつ運ばれてきます。今回いただいたのは、初夏の訪れを感じるさつき献立。旬のみずみずしい海の幸や、お出汁をたっぷりと吸った京野菜など、京都の豊かな食文化を五感で味わう、目にも鮮やかな京懐石です。そして、この極上の料理に花を添えるのが、俵屋の日本酒。すっきりと冷酒でいただいたり、お出汁の旨味を引き立てる温かな熱燗でいただいたり、料理との相性が素晴らしいあまり、ついついお酒が進んで、心地よく飲みすぎてしまいました。黒川総料理長が、その矜持にかけて選び抜いた食材と、研ぎ澄まされた伝統の技、それらを受け止める美しい器使いもまた、目を楽しませてくれる芸術品のようです。外界の音が遮断された静寂の部屋で、ライトアップされた庭を眺めながらいただく夕食は、ここでしか味わえない至高のひとときでした。お腹も心も満たされた後は、夜の静寂な空間を少し楽しんでから、お布団でゆっくりと休みたいと思います。おはようございます。翌朝、心地よい目覚めの後の朝食もお部屋へと運ばれてきます。朝食は和食と洋食から選ぶことができ、今回は和食をチョイスしました。朱色のテーブルにずらりと並ぶ、どこか懐かしく洗練された品々。中でも目を引くのがテーブルの主役、俵屋名物の湯豆腐です。職人技を感じる独特な木と銅の道具で、温かなお出汁とともに目の前で仕上げられるお豆腐。竹の器に美しく盛られたたっぷりの薬味を添えていただけば、その優しい味わいが朝の体をじんわりと温めてくれます。さらに、ふっくらと香ばしく焼き上げられたお魚に、お出汁の効いた小鉢、そして艶やかな炊きたてのご飯。決して派手さはありませんが、一つ一つの素材の味がじんわりと染み渡る。これ以上ない贅沢な朝の始まりです。食後には部屋の書斎スペースに腰掛け、温かいコーヒーを飲みながら庭を眺めるひととき。チェックアウトの時間までこの愛おしいほど心地よい空間の余韻を心ゆくまで存分に味わいたいと思います。ということで、俵屋はいかがでしたでしょうか。江戸時代から続く歴史の重みと洗練された日本建築、そして何世代にもわたって磨かれてきた美意識。それらは決して過去の遺物ではなく、時代に合わせて変わり続ける今を生きている空間でした。建築、庭、調度品、お料理、そして目に見えない細やかな気配りまで、すべてが絶妙なバランスで調和したあの場所には、難しい理屈や知識は必要ありません。理由はわからないけれど、ただ心地が良い。この引き算の美学が生み出す贅沢こそが、俵屋が唯一無二であり続ける本当の理由なのだと身をもって知りました。皆さんも機会があればぜひ、この贅沢な時間の旅を体験してみてください。これからも素敵な空間を皆さんとシェアしていければと思っていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録やコメント、高評価をお願いいたします。それでは
また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。